今日はですね、視聴者の愛車紹介ということで、今回第3弾、僕と同じ M4 ですね。F80 の M3 に乗ってたんですけど、その後子供ができて子育て中の間、国産ミニバンになりまして。でも奥さんはこの車に乗り換えても文句出ないですか？好きな車に乗っていいよと。いい奥さんですね。ただお金は国産ミニバンと同じように維持してねというところから DIY を。エンジンルーム内のエアクリーナーとか、あとは点火プラグだったり、イグニションコイルとか、サスペンションも自分で組み替えてます。すげえ。皆さんこんにちは、平手浩平です。今日はですね、視聴者の愛車紹介ということで、今回第3弾 T サーキット東京ベさん、こちらですね、使用してですね撮影させていただいております。いつもありがとうございます。今回ご用意した車がこちらです。僕と同じ M4 ですね。かっこいいですよね。めっちゃかっこいいですね。これのカスタマイズとかちょっといろいろとオーナーさんに聞いていきたいと思います。早速オーナーさんをお呼びします。トミーさん、よろしくお願いします。はい、こんにちは。こんにちは。トミーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あれ、なんか顔出し NG って聞いてたんですけど。そうです、そうです。そう一瞬、ちょっと待って、出てきて聞いちゃったよ。大丈夫？どっち？ちょっとだけにしときます。ちょっとだけですね。ということで、トミーさん一瞬だけ出られましたけども、顔出し NG ということなんで、ここからはボイスだけで。はい、じゃあトミーさん早速なんですけども、こちらの M4、購入されたきっかけというか教えてもらってもいいですか？そうですね。もともと F80 の M3 に乗ってたんですけど、もともと80の M3 に乗ってた。セダンの方ですね。乗ってまして、それディーラーで認中で買ったんですけど、その後子供ができて、ちょっと子育て中の間、国産ミニバンになりまして。あれでも M3 って言ったらね、だってリアだってこうね、ドアも開くし、別にチャイルドシート乗っけて乗せよりもできる。そうなんです、なんですけど、やっぱりスライドドアと子供のちっちゃい子のベビーシートを乗せるっていうので、ちょっと家庭的にもそっちの方が円盤に行くかなと。実はミニバンにも1回乗ってみたいなってちょっと思いが、なるほどね、いろんな車乗ってみたいなっていうのもあったので、もうそこはすんなりと。ちなみにその時のミニバンは何乗られたんですか？その時はアルファードです。おー、いい車っすね。この購入のきっかけが、この車の前オーナーさんの時に壮行会に平手さんこの車乗ってくださってるんです。実はこれに嘘だ、どのタイミングだろう。かなり前だと思うんですけど、 F 型僕も乗った記憶あるんですよ、 M4 に。それもきっかけになったんですか？そう、写真が残ってましてマジですか？これはその写真ドンみたいなね。写真ドン。じゃあこれ早速、これあれですか、外観とか見ていきます？そうですね。まずこのフロント、このちっちゃいこのカーナーズついてたりとかね、この下もアンダーついてますけど、これどういった仕様ですか？サイドのスプリッターっていうところはですね、ここですか？そうですね、そこは M パフォーマンス。これ M パフォーマンスですね。その横のカナードは BMW の GT4、レースで使っているパーツを使ってます。これ GT4 のパーツなんですか？そうですね、 M4GT4。すごい、ちゃんともうリベットで止めてあるよ、ここ。がっつりがっつりで、その下がスターケンっていうドライカーボンリップ入ってて、アンダーリップがストンピンアークさんの。これ2枚なんですか？2枚ダブルリップつけてます。本当だ、1枚かと思ったら2枚なんですね、ここ。サーキット走行を目指してカスタム中で、走行会ぜひ参加させていただきたいなと思ってます。なるほどね。車高の話聞いたんですけど、これちょっとね、車高確かに落ちてますね。そうですね、いいな、羨ましいな。これあんまり低すぎるのも私サーキット行きたいなと思いもあったので、M パフォーマンスって純正オプションのバネを使わせていただいて、前後ノーマルより20ミリダウン。20ミリ。いい感じですね。この指2本入らないぐらいがちょうどいいですね。ってことはこれ純正の、僕が M4 のそのコンペの方なんですけど、足的な硬さとかはどんな感じなんですか？そうですね、M パフォーマンスのバネレートがコンペティションのバネレートになっているみたいなので、多分おそらくバネの硬さは一緒だと思う。一緒なんですね。じゃあ僕もこれちょっと車高落としたいなってなった時は、同じような硬さになるかなって感じですか？ちょっと僕も検討しよう、これ落とすの。ホイールね、ごめん、ちょっとホイールで言ったらBBS のこれ RID です。 RID ね。これはB プラスの大久保社長が M4 でつけてたホイールをそのまま譲っていただいて。いいですね。これサイドステップはどこの？僕サイドステップは高連ストッフ。高連ストッフ。それにサイドちょっとシルバーのラインを入れて、フロントからリアディフューザーも高連ストッフで、あとマフラーはアクラボビッ
チの出たアクラモビッチね、もうヨーロッパね、欧州車といえばもう結構アクラモビッチさんのね、夢のアクラモビッチを、有名、スロバキアですからねこれね。すごいですよこれ。俺音聞きたいなこれな。めちゃくちゃいい音しそう。乾いたいい音がしますね。乾いたいい音、好きなんですよ。爆音でブーン、あれ結構純正もうるさくないですか？うるさいですね。結構いい音しますね。いい音しますよね。俺近所迷惑なんねえかなって朝いつもエンジンかける時で俺もいい音しそうっすね。これ DIY？ これ DIY です。DIY ね。 DIY ですね。あとコーレンストップの真ん中にランプついてるんですけど、これの光るやつも DIY でオートバックスで買ったエーモンでピカピカ光るようにしてます。これですか？はい。どういうことですか？もともとはライトはついてたんですけど、配線とか点滅のやつを自分で買ってつけました。すごい。そういう風には見えないですけどね。あとこの後期のテールも DIY で、もともと前期だったので交換されたんです。交換しました。はい。そしてまあ結構大きなこのリアウィングね、バーンついてますけど、これどこ製ですか？これはボルテックスさんのGT ウィングで、ボルテックスってね、リアウィングといえばボルテックスがね、有名ですよね。いや結構しっかりついてますね。内装とかもちょっとなんかこだわってるポイントとかあったら教えてもらっていいですか？そうですね。まずレカロシート。レカロシート、はい。これ SR6、2脚ですね。レカロシートね。あとは M パフォーマンスのステアリングとです。ほらこれね、バックスキーになっててめちゃ太いですね。ちょっと太めなんですよね。まあでもいいですね。あとは 3D デザインさんのパドルと、あとはカーボンのその真ん中のここですかね。これかっこいいですね。これ俺も欲しい。これいいですよね。これ M パフォーマンスさんのやつなんですか？そうですね、純正のものですね。かっこいいな。これ後付けもできるのかな？もちろんできそうです。私ステアリング自分で変えてた時につけたので、これは？これも DIY で。これ DIY なんか DIY っぽいなと思って、この BM のこの M の中のカーボン、これ。カーボン。本当だ、カーボンだ。ね、これ DIY っぽいなと思って今見つけちゃったんだけど。これ自体も DIY でつけました。これも？はい。これで簡単につけられるもんなんですか？はい。意外と簡単にできました。いやこれいいな、このステアリング、この太さも。これは何が表示されるんですか？これですね、ブーストとか油温とかですね、 DCT のオイルとか油温とかですね、細かいものいろいろ出るんですけど、もともとこれアルピナにも純正採用していたものみたいで、現在はもう廃盤になっちゃってるんですけど。そうなんですか？はい。じゃあこれ1個エアコン消して、これがついてるってことなんですね。そうですね。エンジンね、これ爆音なのかな？いい音するのかな？いい音っすね。いやーこれいいね。これ閉じると静かなんですよね。これ閉まりましたね。これ閉じましたね。閉まりましたね。これ閉まりました。これ静かの時。確かに全然違いますね。これ開くと軽く押したら開きます。ポンと。そうですね。これで今開きましたね。もう全然違いますね。アルファードからこれに乗り換えたってことですよね。はい。確かに。奥さん怒んなかったんですか？怒んなかったです。怒んなかったですか？はい。奥さんじゃあ車は結構好きな人なんですか？車好きではないんですけど、理解をしていただいてはいるかなと。絶対にアルファードが快適ですよ。確かにな。快適さで言ったらアルファードはもうこんな差だよね。下手すりゃね。それは言われますね。駐車場とかもそうですよ。大変ですもんね、これ。もちろん子供の乗せよりもそうだしね、後ろに乗るよりも大変だしね。アルファードと比べたら。でも奥さんはこの車に乗り換えても文句出ないですか？好きな車に乗っていいよと。いい奥さんですね。ただお金は国産ミニバンと同じように維持してねというところから DIY をなるほど自分で維持してお金をかけないようにしてますね。ちょっと外装からね DIY どこやったかっていうのをちょっと聞きたいですよね。トミーさんどこ DIY やったかちょっと教えてもらっていいですか？この辺は全部やってます。フロントのこのリップあたり、カナードもそうだけど、あと BMW のマーク、これも青色がカーボンになってますね。あとは実はエンジンルーム内のエアクリーナーとか、あとは点火プラグだったりイグニッションコイルとか、その辺を全部自分で。イグニッションコイルはやっぱ奥の5番6番っていうんですかね、一番奥はかなり辛かったですけど、自宅で全部やりましたね。マジっすか？はい。サスペンションも自分で組み替えてます。自分でできるんですか？はい、3回やってるんですけど、ダウンサス1回組んでとか、で次調整式のちょっと違うメーカーの組んで、最後はインパフォーマンス組んでっていう3回。すげえ。もともとそっち系だった？いや全くただの事務員です。マジですか？事務員の方でもちょっと頑張ってやってみて、3回目にしてやっとうまくできたみたいな。そうですね。そのトミーさんが組んだ足回りとか
このエンジン音ね、今こうブンブンってここでやりましたけど、実際乗ってみてね、どんな音するか興味あるんで試乗したいですね。ぜひ。いいですか、試乗も。ぜひ。あった。はい、では、試乗やっていきたいと思います。お願いします。お願いします。パッと出た感じ、なんか足回り全然硬く感じないですね。あ、本当ですか。なんか僕の車とあんま変わんないぐらいな感じですよ。やっぱそうですね、バネレートが同じなので。ですよね。いやー、いい音だな、この乾いた感じのね。このステアリングが大きいのもいいですね。そうですね。握った感じがね、握った感じ。やっぱ細いとなんかこうステアリングちょっとこう本当にキュッてこう握らなきゃいけないんですけど、これ添えるだけでちょうど手の大きさに合うんでフィットするんで。そうですね。疲れないですよね。疲れないですよね。しかもこのバックスキンがね、すごいフィットするんで、さあここからちょっと高速首都高乗ってきますけどね。はい、よろしくお願いします。いい足だなこれ。お、嬉しいですね。純正でもね、本当に乗ってて高速乗るとすごいいいなって思うんですよね。まあ、今みたいなね、継ぎ目のところは若干硬かなっていうぐらいですけど、そうですね。これあと俺すごい M4 乗ってから思うんですけど、結構外人の方とかこの辺最近銀座とか走るんですけど、結構見られません？めっちゃ見られますね。でなんだったら俺サムアップされたことあるんですよ。みたいなね。そう、ありますあります。あれされるといや乗っててよかったなって思いますよね。テンション上がりますよね。テンション上がりますよね。これ今のこの M4 ってすごいアフターパーツいろいろ出てるじゃないですか。はいはい。そういう意味でもなんかカスタマイズするなんか楽しみありますよね。ありますね。ですよね。本当世界中でいろんなパーツ出ているので、もう見てるだけで楽しいというか探す楽しみもあるので。おっしゃいなこれ。おーいいっすね。ありがとうございます。いいえ、ありがとうございます。いや楽しめました。ありがとうございます。いやこちらこそ。僕も今日乗ってみて、これとこれとこれ買いたいなって思いました。よかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。宮地さん、じゃあ試乗どうでした？足回りが2センチ車高落としてる、僕の要は使ってる純正のねサスから2センチ下がってるだけでちょっと硬くなるのかなって正直思ったんだけど、むしろ運動性能が良くなって硬さはあんま変わんなかったんで、むしろ下げたいなと思いましたね。すごいいい参考だった今日これ。もうすぐこういう風にしたい。めちゃくちゃ良かった。あとは、アクラモビッチのマフラーがめっちゃいい。めちゃくちゃいい。130万円高えけど欲しい。ちょっと高え。もう今日本当にこのトミーさんのね、この愛情あふれる、ね、このカスタマイズ、そして DIY もねちょこちょこやっているっていうことなんで、僕もちょっとこの BM のマーク一つからちょっと DIY やろうかなと思いました。最後はね、トミーさんと車庫長で。そうそう、もうね車庫長いろいろなんか実際さっき話聞いたらこの後 3D デザインの車庫長買いに行くって言ってまた自分で足回りやるって言ってたんで。ちょっとトミーさんにちょっとお願いして車高もちょっといろいろいじってもらおうかなと思いました。その DIY も一緒にできたらいいですよね。こういうのできるんだよっていうね、なんかそういうのもちょっと動画としてねこう出していけたら。だから平手の M4 の、カスタマイズも、この後ね比較して出てくるかもしれないので、それは楽しみにしててください。はい、ということで、今回の動画、よかったら、高評価グッドボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということで次回の動画でまたお会いしましょう。